こんにちは。日中晴れているとまだまだ暑いですけども、日差しの感じや、空気感みたいなものがもう秋っていう感じになってきましたよね。で、今回なんですけども、こちらのベランダで栽培をしている食虫植物たちの中から、いくつか選んでですね、皆さんに見ていただきながらいろいろとお話しさせていただこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。まずは発泡スチロールの手作りプランターなんですけども、手作りといってもね、水抜けの穴ここくり抜きまして、そこにバーベキュー用の炭を敷いて、用土にカルマ土、そして表面に廃苔を敷いてあるだけなんですけどね。最初はアフリカ仲間のモウセンゴケ、八街モウセンゴケ、ハエトリソウ、サラセニアなんかを植え付けていたんですけども、今年の春に八街モウセンゴケ以外は別の鉢に植え替えをしまして、今現在八街モウセンゴケだけになっております。もともとは見切り品コーナーで購入した一鉢で、この端っこの方に植え付けていたんですけども、春に抜き取りまして、でメインとなる株は真ん中で、株分かれをしていたんで外してこう離して植えまして、あと根伏せといって根っこをですね、ある程度の長さにカットしてこう用土にこう横にしてこう並べまして、でちょっとこう覆土しておくと、こう芽を出すんですけども、それで、何本かやりまして、で4月ぐらいにやったんで5ヶ月ぐらい経っているんですけども、今現在こんな感じで茂っております。でこの八街モウセンゴケですね、立ち上がるエクストレマっていうのもあるんですけども、だいたいこうダラーンってこうなってしまうんで、ちょっとねこうもう少しこう立ち上がってくれれば見た感じよくなるとは思うんですけども、ただこういったダランとなるのを逆に利用してこう吊り鉢仕立てにしてですね、ちょっとこうしだれ桜じゃないですけども、そんな感じで栽培をしていらっしゃる方もいらっしゃいますね。で八街モウセンゴケだけって言いましたけども、もともと植えていたカペンシスのね、多分根っこが残っていたんでしょうね。ここに、ちょっとねカペンシスらしきモウセンゴケがこう今生えてきているんですよね。なので、来年もしかしたらカペンシスもこう茂っているような感じになっているかもしれませんね。ちょっとね最近雨が降ったり止んだりの天気なんで、粘液はちょっと流されちゃってますけども、めちゃくちゃこう元気よく育ってくれております。続いてはヘリアンフォラとセファロタスです。どちらもほとんどの方は水槽とか衣装ケースを利用して高湿度下で栽培をされていると思うんですけども、私は冬は無感フレームに入れているんですが、それ以外の季節はこちらのベランダで腰水にして、サラセニアとかハエトリソウとかと同じような感じで管理をしております。でまずはセファロタスなんですけども、今年花芽が立ち上がってきまして、花を咲かせてみようということで花を咲かし、今はカットをしております。でこれは私の環境下が原因になっているのかもしれないんですけども、花を咲かせている時はほとんどこう株の動きっていうのはなかったですね。こういった普通の葉っぱは結構生えてきたんですけども、でカットと同時にちょっとずつ成長して、今このようにですね、ちっちゃいですけども、捕虫袋の葉も出てきております。でこれ用土はベラボン単品で植え付けているんですけども、ちょっと見た感じがねあれなんで、水苔を細かくちぎってふりかけのようにこうかけているんですけども、最初はその水苔がちょっと成長してきたのかなっていうふうに思ってたんですけども、ここにですねメインの株からこうランナーみたいな感じでぐーっと長く伸びて、ここに袋がついてるんですよね。1つ2つとついております。ここでまたこんな感じにこう株ができてくれればもっと見た目が良くなると思うんですけどね。で、この用土の表面に生きた水苔を敷くっていうのはよく皆さんされていると思うんですけども、たくさん量があればね、こう上の部分をこのカットして、で、ここにこう並べておけば、ある程度の期間でこんな感じになると思うんですけども、あまり量がないよっていう方はですね、こういった水苔の先端の部分ですね、これを、さらにこう細かくちぎって、でこんな感じでバーッとばらまいておくと、ものすごく時間はかかりますけどね、こんな感じでこう再生してきて全体に広がってくれます。ただうまくいかない場合もね、このやり方だと結構あるんですけどね。
でこのセファロータスに限ったことではないんですけども、言ってもハエトリソウとセファロータスぐらいなんですかね、言われるのが。花を咲かせると株がかなり弱ってしまうので、花が見たいとかですね、そういった目的がなければ花芽は早めにカットした方がいいっていうふうに言われております。私は花が見たかったので咲かせたわけなんですけども、万が一のことも考えてバックアップは取っておいた方がいいですよっていう視聴者様からのアドバイスをいただきまして、それはそうだなっていうことでバックアップ葉差しをですね行ったんですけども、今現在このように芽が出てきてくれております。3枚やったんですけどね、1枚は残念ながら枯れてしまったんですけども、でこのセファロータスの葉差しをするときに一番大切なポイントは株から葉を外すっていうことなんですよね。こういった普通の葉っぱでも捕虫袋でもどちらでもできるんですけども、この株にくっついている一番元のところですね、そこがないとそこから根っこが出てきますんでね。なのでハサミとかでこの途中から葉をカットしてそれを葉差ししても根出てきませんのでね。なので必ず株から外すっていうことが大切になってきます。植え替え地とかにした方が簡単にできると思うんですけども、私はねここから取ったんですけども、もう一つの手でこう株をしっかりと固定してですね、で葉のここを持ってこう上下にこうクッククックってやるとポロッとこう外れますんでね。でそれを水苔を詰めた鉢に、このような感じで先端部分を刺しておくと、先端というか元の部分ですね刺しておくと、そうですね、私はこれ今3ヶ月経つか経たないかぐらいなんですけども、おそらくね1ヶ月ぐらいで根っこは出てくると思うんですけどね。で刺したらですねどうかなとかいう感じでこう引き出してみたりとかほじくったりはしない方がいいと思います。こちらのヘリアンホラなんですが、約1年前に植え替えをしまして、こんな見た目してますけども、用土のメインとなっているのはこちらのセファロータスと同じベラボンなんですよね。生きた水苔で株周りを巻きましてベラボンで植え付けているんですけども、この約1年でその生きた水苔が成長してこんな感じになっているわけなんですけども、で最初にもお話ししましたけども、特にヘリアンホラはですね高い湿度を要求する食虫植物です。また自生地がギアナ高地というのもあって、夏はですねなるべくこう涼しくして管理をしなければいけない食虫植物なんですけども、私が栽培をしているこちらのヘリアンホラはですねホームセンターで販売されているヘリアンホラで、ホームセンターで販売されているヘリアンホラの種類って、今はねいろいろあるかもしれないんですけども、大体はこのミノールとの、ハイブリッドなんですよね。で、この種類は割とこう暑さにも耐えれて、あと湿度がねそこまで高くなくても大丈夫ということで、なので、こういった成長してくれているんだろうと思うんですけどね。ただ最近ついた、捕虫用ですね、こちらの2つ、それからここにも新しいのが出てきてますけども、以前ついていたこの手前のだったり、これと比べると割とこうしっかりした印象なんですけども、これおそらくなんですけども生きた水苔がこのように成長したことによってこの周りの湿度がですねちょっと安定してきたからなのかなっていうふうには思っているんですけども、ただねちゃんとミスト装置なんかを使ってこう栽培されている方の株と見比べるとですね、やはりヘリアンホラもセファロータスもちょっとねこう貧弱な感じですけども、それなりに成長はしてくれていると思います。最後はハエトリソウなんですが、今年は病気になったりそこから復活したりといろいろありまして、何本か動画にして皆さんにも見ていただいたんですが、特にこちらのハエトリソウ、病気になって悪くなった部分をカットしたら上の部分全部なくなりまして、地中に埋まっているこう球根のような輪形部分だけみたいになってしまったんですけども、約1ヶ月半ぐらい前に植え替えをしまして、そこからですね回復成長して今現在こんな感じに成長しているんですけども、これは他のハエトリソウと比べてもですねめちゃくちゃ驚きの成長なんですよね。で、これなんでかなって考えた時に、ここからは私の勝手な想像なんで、もう的外れでとんちんかなことを言っている
かもしれないっていうか、その可能性が大いにあるんですけども、皆さんもね記事で読んだり実際に映像で見られた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ハエトリソウの自生地で野焼きをしてですね、この上の部分全部炎で焼けて、しかも地面も真っ黒になっている状態で地中の輪形部分生きておりまして、そこからドーンって復活してくるんですよね。なのでハエトリソウって過度なストレスがかかると、もしかするとなんか成長のスイッチが入ってドーンって成長するのかななんてね、勝手に、これはねおそらくもうかなり的外れな話だと思うんですけどね、そういうふうに思えるぐらいこのハエトリソウのね成長はすごく驚きだったんですけどね。夏のね真夏の暑い時期に植え替えしましたし、また、悪いところをカットしたとはいえね、ハサミを入れてカットしてかなりストレスがかかったと思うんですけどね、このねハエトリソウの成長にはね本当驚きましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねこちらのベランダで栽培している食虫植物の中からいくつか選んで見ていただきながらいろいろとお話しさせていただきました。最後のハエトリソウのお話に関してはね、私のたわごとだと思ってください。このチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者さんに分かりやすくを心がけ、いろいろな食虫植物に関する動画上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、まだご覧になったことのない方はそちらの方もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。